NVIDIA みたいな企業が AI ブームの主役として連日ニュースを賑わせてますよね。本当にすごい勢いで成長していますね。でも、もし AI ハードウェア革命の根幹を裏で完全に握っている影の支配者とも言える企業が存在するって言ったら、あなたはどう思いますか？影の支配者。それは今回のテーマであるシノプシスのことですね。はい。本日2026年5月30日ということで、だんだんと夏が近づいてきました。そうですね。少し蒸し暑くなってきましたし。なので今年の夏こそはと1年発起して、先日ジムのサブスクを契約したばかりなんですよ。リスナーのあなたも夏に向けて何か準備を始めていますか？ジムですか。いいですね。目標に向けて頑張ってください。今日はそんなサブスクつながりで、半導体の設計を自動化する EDA ツールをサブスク形式なんかで提供している巨大企業シノプシスの決算について今回の深掘りをやっていきます。世界中の半導体メーカーがチップを設計する上で、彼らのソフトウェアは絶対に欠かせないインフラになっていますからね。そうなんです。このシノプシス、通期の売上ガイダンスをなんと$5500万も上方修正したんですよ。はい。事業の純増が$3500万で、会計の変更分がプラス$6000万、そして事業売却の影響がマイナス$4000万の合計ですね。いや、$5500万増えるって、私が通うジムのサブスク会員が突然5500万人増えるような規模じゃないですか。地球規模のマッチョ化計画ですかね。すごい数に見えますね。ですよね。でもシノプシスは全体で数十億ドル規模の売上があるので、全体から見ると堅実でリアルな上乗せ額だと言えます。売上の桁がそもそも違いましたね。巨大企業ですからね。じゃあなぜ市場が警戒していた中でこんな数字が出せたのか、決算の中身を見ていきましょうか。そうですね。特に市場が警戒していたのは、解析シミュレーション大手のアンセスの買収劇でした。代金を使うわけですから。でも、第2四半期の実績は、売上高が22.76億ドルで、前年同期比プラス 41.9% と大きく伸びました。ほう、ものすごい伸びですね。さらに、一時的な要因を除いたノンギャップの営業利益率が 39.5% になりまして、前期から 1.5 ポイントも改善しているんです。ちょっと待ってください。普通、会社を買収するってものすごい代金を使いますよね。はい、もちろん巨額の資金が動きます。職場の部長がチーム全員に高級焼肉をおごったら、その月のお小遣いが底を尽きて、毎日のお弁当が質素になるのと同じじゃないですか。なぜ会社を買ったのに利益率が上がってるんですか？買収直後はそうですね。ええ。でも、今回は CFO が統合の相乗効果を計画の半分まで前倒しで達成したため、利益率を押し上げる結果になっています。その相乗効果っていう言葉よくニュースで聞きますけど、具体的に現場で何が起きてるんですか？単に経費を削っただけじゃないですよね。もちろんです。シノプシスがもともと持っているのは、回路の設計図を描くツールなんですね。はいはい。一方で、買収したアンシスが得意なのは、熱や電磁波の影響を計算するシミュレーションツールなんです。ってことはそれが合わさると。今の AI チップは超高性能ゆえに発熱の問題が非常に深刻なので、顧客は設計しながら同時に熱問題も検証できるようになります。じゃあ開発のやり直しを劇的に減らせるわけですね。そうです。この圧倒的な付加価値が利益率の向上に直結しているんですよ。焼肉をおごったことでチームの結束力が高まって、今までにない画期的な新サービスを生み出したってことですかね。そういうふうにも言えるかもしれません。ここでリスナーのあなたに問いを投げかけてみたいんですけど、AI チップの開発競争が過熱する中で、こういった裏方の道具を売る会社が本当に AI ブームの恩恵を直接受けられると思いますか？それは今回の決算の確信のつく非常に良い問いですね。事業ごとの明暗を見ることでその答えがくっきりと浮かび上がってきます。決算の内訳を見ると、全体の売上を強力に牽引しているのは先ほども触れた EDA と呼ばれる事業ですよね。はい、クス。そこだけで18.22億ドルを売り上げています。一方で少し前まで市場が懸念していたのが IP 事業の動向でした。設計時に再利用できる設計資産の売上ですね。前年同期比で見るとマイナスだったんですが、第1四半期の 4.07 億ドルから第2四半期は 4.54 億ドルへ回復しました。ってことは前四半期比で 12% 増ですね。その通りです。明確に回復へ転じています。いや、たった3ヶ月で 12% 増って、うちの犬が3ヶ月で体重 12% 増えたらただの小型クマですよ。大きくなりすぎです。その成長は驚きですね。なるほど。
でも IP 事業は顧客の次世代開発の先行指標なので、この 12% 増は AI 半導体の開発が再び動き出した重要なサインです。ここで根本的な仕組みを整理したいんですけど、はい、何でしょこの IP 事業って家を建てるときにあらかじめ完成している部屋を買ってくるような感覚ですかね。完璧な例えです。ゼロから設計するのではなく、シノプシスから通信ネットワークの部屋などを買ってきて組み込むイメージですね。AI チップの構造が複雑になればなるほど、全部自社でゼロから作る時間も予算もなくなるわけですね。だからこそシノプシスの出来合いの高機能な部品が飛ぶように売れるわけです。シノプシスの CEO も AI は設計の仕事を奪う破壊者ではなく、設計需要を膨らませる増幅器だって語ってましたね。ええ、AI が何万通りもの複雑な設計案を一瞬で生成するようになれば、今度は検証の作業量が爆発的に増えますからね。だから結果としてシノプシスのツールの出番が増えると。ハードウェアの検証領域では NVIDIA とのゼブ提携も大きな武器になっています。ゼプレッセブーって仮想検証システムですよね。はい。実際に何億円もかけて物理的なチップを製造する前に、デジタルの仮想空間で完璧に動作テストができるんです。失敗すれば莫大な損失が出る現代のチップ開発において、時間を買うための必須アイテムになってるんですね。そうした技術的な優位性がある一方で、経営陣の言葉の端々を拾っていくと、ただ楽観視しているだけではない本音が見え隠れています。今回の Q&A セッションですね。はい、非常に示唆に富んでいました。例えば、今期初めてエージェントエンジニアという言葉が登場しました。20社の顧客が評価中だって語られてましたね。さらに、ハイパースケーラー優先の戦略を取ったことで、IP の納期に遅延が生じているという発言もありました。エージェントエンジニアって技術者を現場に送り込む人材派遣エージェントですかね。ハイパースケーラーって超巨大な体重計ですか？響きはかっこいいですね。でも過去の過渡期を抜けて今は実証フェーズに入った証拠であり、一部の巨大企業を優先した結果と読めます。すみません、超巨大な体重計って私が勝手に言葉遊びしちゃいました。いえ、面白い着眼点だと思いますよ。エージェントエンジニアは AI が設計作業を自律的に支援する新機能で、ハイパースケーラーは巨大なクラウド事業者のことですね。でも、なんで一部の巨大企業を優先して納期遅延っていうリスクを背負うんですか？中小の顧客が離れちゃいませんか？経営陣の本音としては、今世界で最も最先端の AI チップに莫大な予算を投じているのは巨大クラウド事業者であるという冷徹な事実に基づいているのかもしれません。彼らの設計フローの奥深くにシノプシスのツールを食い込ませるのが業界標準を独占する上で最優先ってことですか？ええ、目先の全顧客への対応スピードよりも未来のプラットフォームの派源を取りに行っていると読めます。IP 事業についても前回は角切って少し濁してたのに、今回は底を打って回復に入ったって自信を見せてましたもんね。言葉の変化から社内での確信度が高まっていることが伺えます。中国市場のシェア低下リスクについても厳しい質問が飛んでましたね。経営陣は影響を認めつつも、最先端の技術領域では代替不可能だと強調していました。中国での設計環境は厳しいと本音を覗かせつつも、自社の優位性は揺らがないというスタンスですね。なんか水面下ですごい強気な戦略が動いてますね。こうした戦略が今後の彼らの稼ぎ方を劇的に変えようとしています。IP 事業の回復が第4四半期に大きく偏るっていう計画と、サブスクと重量課金への移行ってやつですね。はい、まさにその新しい価格モデルへの移行が鍵になります。重量課金になるってことは、来月のシノプシスの売り上げはうちの真夏のエアコンの電気代みたいに使った瞬間にドカンと跳ね上がるんですね。明日には株価爆発だ。すぐ結果が出るといいですね。ええ、でも完全な回復は第4四半期に偏る計画なので、第3四半期は曇り、第4四半期に晴れ間が広がる天気予報のような見通しです。電気代みたいに即座にメーターが回って翌月の売り上げになるわけじゃないんですね。そうなんです。顧客が AI を活用して設計した大規模な成果物が納品されて、売上として計上されるタイミングが第4四半期に集中しているということですね。じゃあ次の第3四半期単独の数字が伸び悩んで見えても焦っちゃダメってことですか？その通りです。年末の納品動向を待つ冷静な姿勢が求められます。9月のインベスターデーでその使った分だけ課金する AI モデルの詳細が発表されるんですよね。はい。これまでのようにソフトウェアのライセンスを売って終わりではなく、顧客が AI を使って価値を生み出すたびにシノプシスも潤うという強力なマネタイズの全貌が明らかになるはずです。さて、
今回の深掘りも終盤に差し掛かってきました。シノプシスは今、アンシスの買収統合と AI によるビジネスモデルの転換という極めて重要な節目にいますね。ただ、回復が第4四半期、つまり年末に語る計画って聞くと、ちょっと心配です。どうしてですか？私が年末の Q4 に本気出してダイエットするって宣言して、秋の Q3 はついついサボり気味になるのと同じですよね。これ単に先延ばしにしてるだけの危ない兆候かもしれないですよ。気持ちはよくわかります。はい。でもシノプシスの場合は単なる先延ばしではなく、大型納品のスケジュールが第4四半期に集中しているという明確な戦略に基づいています。ってことは次回の決算で私たちが冷静に見極めるべきポイントは Q3 の IP 売上の全四半期比がどう変化しているかってことと、統合シナジーの前倒しが持続性を持っているか、この2点に絞られるわけですね。完璧な分析ですね。おっしゃる通り、その2点が最大の確認ポイントになります。やればできるんですよ。リスナーのあなたも今回のシノプシスの決算から AI ブームの裏側で起きている地殻変動を感じ取っていただけたのでしょうか。華やかな表舞台だけでなく、基盤を支える企業に目を向けることで、テクノロジーの未来がより立体的に見えてきますからね。ハードウェアの進化を裏で操る道具を売る企業が今後ソフトウェアの課金モデルをどう変えていくのか。あなたは AI 時代の真の勝者は誰だと思いますか？ぜひご自身でも探求してみてください。今後の動きからも目が離せませんね。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。